レートメモリー。皆さんどうもこんにちは、レッドです。今回は私が新たにジャッキを購入したのでご紹介していきます。と、その前にですね、今まで私が持っていたジャッキの先にご紹介をさせてもらいます。エントリーナンバー1、大事工業株式会社2トンフロアジャッキです。こちらはですね、一番最初にうちの兄貴からもらったジャッキです。ただね、このジャッキはこの皿までの高さが13センチなので、車高の低い車だとまともに入りません。だからこのジャッキはね、全然使ってません。続いてエントリーナンバー2、ローダウンジャッキ。これも大自動株式会社ですね。先ほどのジャッキと比べると、なんと高さが9センチ。皿までの高さが9センチです。横の普通のジャッキと比べると、ここの深さが違います。これだとね、普通に低い車高でも楽々入ります。そしてエントリーナンバー3、アストロプロダクツの 1.5 トンアルミニウムジャッキです。こちら高さはなんとね、7.5 センチでさらにローダウン。ジャッキアップをしたらね、必ずこちら、馬を入れるんですけど、この馬を入れようと思ったらね、最低でも30センチはね、スペースがないといけないんです。それなのにね、このジャッキたちはね、マックスまで上げても高さが低いんです。まずノーマルジャッキ、マックス38センチです。そしてローダウンジャッキ、32センチ。ギリギリですね。アストロプロダクツの 1.5 トンジャッキ、38センチ。多少高いけど微妙な高さです。確かにね、このジャッキを使えばジャッキアップは確実にできるんですけど、使えてもね、この馬の1、2段ぐらいが限界なんです。まだね、これだけ高く上げることができるんですよ。この高さだとね、めっちゃ整備しにくいんですよ。だから本来はこの高さまでね、高くして整備したいんですけど、今のジャッキだとそれができない。これがね、どうしたもんかなって考えてたんですけど、いいもの見つけちゃったんですよ。アストロプロダクツの 1.8 トンスーパーロープロフィールかプロファイルガレージジャッキ。これがね、ローダウンジャッキでね、めちゃくちゃ高く上がるんですよ。ポイントはね、このポンプピストンがダブルでついてるんですね。普通は1個です。他のジャッキと比べるとね、サイズがね、全然違います。めっちゃでかいのと超重たい。これが超ローダウンで、なおかつめちゃくちゃ高く上がるってのがポイント。では実際に上げてみましょう。驚きの63センチです。63センチはね、めちゃくちゃ上がります。次にですね、上下運動を何回でそれぞれのジャッキのね、マックスポイントに上がるのかをチェックしてみたいと思います。では最初にスタンダードジャッキからいきます。1、2、37、38、39。スタンダードは39回でマックスです。続いてローダウンジャッキ、1、2、41、42、42回でマックスです。そしてアストロプロダクツの 1.5 トンジャッキです。1、2、11、11回ですね。この回数が減るだけで作業がめちゃくちゃ楽です。では噂の 1.8 トンジャッキいきたいと思います。こちらはね、ダブルピストンです。1、2、7、7ですね。早くない？めっちゃ早い。この回数がね、少なく済むのがやっぱいいですよね。それではですね、実際にジャッキアップして馬を4点かけるところまでやってみたいと思います。それではレッツスタート。さあ今回は今まで到達することのできなかった高さまで上げることができるのでしょうか。今回のね、ローダウンジャッキを使ってもいきなりね、ジャッキアップが私の車はできませんので、ラダーレールを使って車の高さをね、少し上げてあげます。
この時ちゃんとねタイヤにまっすぐ沿ってはめてください。そしたら次に車をゆっくり前に進めていきます。続きましてこちらタイヤの輪止めです。こちらの輪止めをフロント側をジャッキアップするので、リアタイヤの一つのタイヤにね前後から挟んであげます。タイヤがね動かないようにしっかりロックです。よいしょよいしょ。次に助手席と運転席のフロントタイヤのこのセンターでなおかつ正面から見てちょうどこのセンター、先ほどの軸がつながるこの部分がジャッキアップポイントになります。下から覗くとこの部分ですね、手前にねオイルパンがあるのでオイルパンにかけないように気をつけてください。では今からジャッキをね実際入れて上げていくんですけど、注意点があります。まず作業するときにね、この地面がしっかり硬い地面であることで、なおかつ斜めとかではなくね、ちゃんと水平が取れてる場所です。コンクリート地面でもね、ボコボコしてるようなコンクリートだとジャッキがねスムーズに動かなくて大変危険なので、そういう場合はね使わないでください。そして地面がね土や砂利の場合、その柔らかい場所でねジャッキを使ってしまうと、車を上げてる時にねジャッキ自体が倒れて非常に危ないので、絶対ね硬くて水平なね地面で作業を行ってください。そしてジャッキを入れる時はねしっかり真正面から入れましょう。こんなのだったりこんな角度じゃダメですからね。この車輪がねこんな感じに斜めになってると危険なので、しっかりセンターをね進行方向に向いてることを確認してジャッキアップを行ってください。センターに乗せるようにしてください。 OK。 そしてジャッキアップをするときに操作ミスでこのジャッキが手前にね来てしまう場合があるので、このジャッキハンドルの横で操作をするようにしてください。そして車体を上げていく前に周りをねしっかり確認してから上げていきましょう。ジャッキ上げます。今回ねこの馬の一番高い位置までかけたいので、フロントを上げすぎると後ろにジャッキが入らない可能性があるのでね、フロントがある程度上がったら先にね馬を途中の段階でかけていきます。このリジットラック、このまま引っ張るとスポンって抜けちゃうので、ここですね、この部分にポンチで叩いてすると、はい、簡単にねすっぽり抜けなくなります。 OK。 車の下を覗いていくと、一部ね形が違うところがあります。ここですね、この部分に馬をかけていきます。これでフロントはしっかり乗りました。そしたらリジットラックがちゃんと安定してるかハンマーを使って確認してください。 OK です。そして次は後ろなんですけど、車の下を覗いていくとデフがありますので、このデフにかけてね上げていきます。この状態がスタンダードなジャッキアップです。そしてここからまだね高く上げていくので、またねフロントを上げてリアを上げていきます。で高くなれば高くなるほどね危なくなるので、できるだけ車体を傾けない状態で徐々に上げていくのが理想です。今フロントのリジットラックを最上地上高にしてるので、リアを上げすぎるとねフロントはエンジンが乗ってて重たいのでとても危ないのでね、後ろを上げるときには特にね気をつけて、できるだけ水平の状態にしましょう。後ろを上げすぎるとねバランスを崩してしまう恐れがあるので、フロントが最上地上高になってるときは特に気をつけてください。
はい、見てください。リジットラックをね、今マックスまで上げてるんですけど、前使っていたこのアルミジャッキだとね、ほら、デフにね、全然届いてません。これ今マックスの状態です。これでね、車体の下回りのメンテナンスは楽々にできます。そしてね、今回使用したジャッキ、一見ね、便利そうに見えるんですけど、1点だけ難点があります。そう重たいです。前まで使っていたね、このアルミジャッキだったら、こんな感じで、ね、結構ひょいってね、持ち歩くことができます。だけどね、このジャッキはね、持てない。そう重たい。腰がやられる。腰がやられる。簡単にこう持ち歩くことができません。重すぎて。持ち運びには向いてません。ただ、めちゃくちゃ上がるので、そういった整備面はかなり便利。がっつり整備したい方は、今回紹介したこちらのジャッキで、手軽にひょいひょいね、作業したい方は、このアルミニウムジャッキがおすすめだと思います。もっとね、値段が高いやつで、ゼロリフトってあるんですけど、そのジャッキであれば、今回みたいにね、前後上げてっていう作業をしなくて、簡単にできるってのがポイントなんです。だから今後はね、ゼロリフトも用意したいんですけど、金額がえぐいんで、余裕ができたら用意したいと思います。そして最後に一言。ジャッキアップ作業でね、もしちょっとでも不安を感じるのであれば、作業は中止してください。もし不安なら、専門の人にね、意見を伺うなりして作業を行ってください。車のパーツはね、替えがあるかもしれませんけど、人の命はね、一つしかないので、安全面をね、しっかりして、楽しいカーライフを送ってください。それではあなたのカーライフが楽しくなるように、レッツカーエンジョイ！毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ちなみに今回買ったこのジャッキなんですけど、通常価格だと29,000か3万円ぐらいするんですけど、アストロのね、特価の日に買ったので、19,000か22,000円ぐらいで買えました。車いじりのね、コアな人だったらね、ほんとこれおすすめなので、一家に一台いかがでしょうか。商品の詳細はね、下記の概要欄に貼っていますので、興味ある方がいましたら、ぜひチェックしてみてください。じゃあね、バイバーイ。